こんにちは、まずくです。改めまして、チャンネル登録してくれた20万人の皆さん、本当にありがとうございます。いつも貴重な時間を使って見てくれたり、コメントしてくれたり、本当にすごく励みになってます。で、今回なぜ動画にしたかというと、この20万人を機に、これからの活動に関するちょっとしたお知らせがいくつかあるので、動画にさせていただきました。で、いろいろとお話ししたいところなんですけど、先にお知らせを知りたい方もいるかなと思ったので、お話は最後にしまして、先に報告させていただきたいなと思います。それではどうぞ。まずは一つ目のお知らせはこちらです。なんとアイコンが変わります。19万9000人の時にとある画像を載せまして、それを見てくれた方はなんとなく気づいてたかもしれないんですけど、そのシルエットのキャラクターがなんとアイコンとなります。そこにですね、英語で Not Virtual YouTuber とかあとは英語でこの人は誰？もずくみたいな感じで書いてあったりしたんですけど、その正体が本日わかります。それではどうぞ。はい、こちらでございます。めちゃくちゃ可愛くないですか？もう可愛すぎて、どこから触れていいかわからないぐらいなんですけど、とりあえず見てもらってわかる通り可愛いです。この絵はですね、生配信のオープニングで流れているイラストを描いてくれたお友達がこのキャラクターも描いてくれました。で、一緒に考えながら、なんとなくイメージを伝えながらとか、ここはこうしてほしいみたいなのを話し合いながら作っていったんですけど、細かく見てもらってわかる通り、まずは猫耳がついてます。配信とかよく聞いてくれてる方は知ってる方もいるかと思うんですけど、なぜ猫耳かというと、そもそももずくという名前が私の実家で飼っている猫ちゃんの名前から取ってまして、それでキャラクターにも猫耳と猫の尻尾をつけてもらいました。で、最初は猫のヘッドホンをつけてたんですけど、猫のヘッドホンって実際に売ってるじゃないですか。でもそれって私普段からつけてるわけじゃないしなと思って首にかけてるヘッドホンになりました。で、なんでヘッドホンにしたかっていうと、それもゲーム実況をやってるイコールヘッドホンをつけてゲームしてるっていうイメージからキャラクターにもヘッドホンをつけました。で、あと腰回りを見てもらいたいんですけど、腰に小さなカバンがついてます。このカバンはゲーム実況の中でも今は集まれ動物の森をメインに取り扱ってるんですけど、これからだったりとか、たまに単発で他のゲームも動画にしたりしてるんですけど、基本的にはクリエイティブなゲームを取り扱うというチャンネルになってるので、そのクリエイティブなゲームといえば工具を使ったりとか、なんか物作りをするゲームが多いと思うので、工具バッグとして腰回りにつけてもらいました。で、最後は足元を見てもらうと、この靴がですね、めちゃくちゃ本当に可愛いんですよ。これはお友達オリジナルで考えてもらいまして、私が言ったわけじゃないんですけど、最初の絵を見せてもらった時にすっごい可愛いと思って、本当にめちゃくちゃ可愛くて、この靴が猫の足の形のスニーカーになってます。で、よく見てもらうとですね、靴だけじゃないんですけど、ところどころに黄色の差し色が入ってまして、なんで黄色かっていうと、元々のアイコンの背景が黄色なので、ところどころに入れてもらいました。という感じでキャラクターの説明は以上となるんですけど、じゃあまずそもそもなぜアイコンを変えようと思ったか、キャラクターを作ろうと思ったのかなんですけど、今までのアイコンだとやっぱり私が書いたんですけど、動物の森要素が強すぎてたというか他のゲームをすることになった時でもそのアイコンだったんで、なんかちょっと違和感があったというか、なのでオリジナルのキャラクターを作ったっていうのもあって、あとはそもそもオリジナルのキャラクターが欲しかったっていう感じですかね。今までのアイコンだとなんか可愛がってもらいにくいような気がしてたので、なんかオリジナルのもずくのキャラクターがあった方がより活動していく上でやっぱ姿が見えない分、本人の応援してもらいやすいんじゃないかなというのもあって作ってみました。ということで一つ目のお知らせ、アイコンが変わるでしたぜひこのキャラクターもずくちゃんと仲良くしてもらえたらなと思います。では次は2つ目のお知らせです。こちらです。なんとマインクラフトを年内に始めます。
これも配信でちょこちょこお話ししてたりはするんですけど、私中学生ぐらいの時にマインクラフトにすっごいもう時間を忘れちゃうぐらい、それこそ今の動物の森ぐらいハマりまして、はい、本当に頭痛くなるまで画面の前に座ってやってたぐらい大好きなゲームです。はい、実は。で、このゲーム、知ってる方も、超有名なんでいると思うんですけど、ざっくりとブロックのゲームなんですけど、草のブロックだったり、土のブロックだったり、木のブロックだったり、いろんな本当にたくさんのブロックがあって、それをこう積み重ねてって建物を作ったりだとか、それこそ動物の森みたいに素材を集めに行ったりだとか、あとは動物の森要素にはないんですけど、こう素材を集めに行くときにこう敵と戦ったりとか、そういうのもあったりするゲームでございます。で、これをですね、動画でもやりたいなと思ってますし、あとは配信でもやりたいなと思ってます。で、なんでお知らせしたかというと、今までね、他のゲームもちょこちょこ動画にはしてたりはしたんですけど、シリーズ化というよりかは単発で上げてたので、その時その時でお知らせはしてたんですけど、マインクラフトに関してはシリーズ化していこうかなと思っているので、報告させていただきました。で、投稿頻度に関してなんですけど、これもちょっとやってみないとその思いつき具合とかがちょっと分かんないところではあるんですけど、もちろん動物の森に関する動画はいつも通りな感じで上げてって、間にマインクラフトの動画が入っていく感じかなと思ってます。これもちょっと準備でき次第になるので、いつ頃とは言えないんですけど、年内には始めたいなという感じです。マインクラフトを知らない方でも楽しんでもらえるような動画が作れたらなと思ってます。はい、では次は3つ目のお知らせです。はい、こちらです。生配信でコペマートと島クリエイト再開します。これもちょこちょこお知らせはしてたんですけど、一回その赤色がテーマのコペマート島を生配信で進めてたんですけど、3P 島と同時進行でやってたっていうのもあって、ちょっと途中で挫折してしまって、もうやりませんっていう感じにはなってたんですけど、やめて時間が経ってからコペマート島に足を運んだら、あれやっぱ可愛いじゃんってなって、これはちょっと再開したいなということで、コンセプトをもっと深く練り直して、3P 島が終わったら生配信でまた再開しようかなという感じです。ありがたいことにこの赤のコペマートとスキーとか参考にしましたとか言ってくれる方がたくさんいて、配信でちょっとお伝えした時も待ってましたみたいなやったーみたいなコメントがありがたいことに来まして、はい、再開しようかなという感じです。なのでよければ、動画は見てるけど生配信は見たことないよっていう方も、配信での島クリぜひ来てもらえたらなと思います。では次は4つ目のお知らせです。はい、こちらです。これはもう恒例になってきてるんですけど、20万人のハピパラ記念配信をやります。はい、ルールも一緒で 6×6 縛りで12時間以内に、でも今回はそうです、40件レイアウトを目指して頑張ります。はい、本当にこの配信すっごい楽しくて、12時間が本当に体感 2,3 時間なんですよっていうぐらい楽しくて、もうちょっと自己満なところはあるんですけど、12時間ハピパラやりきりたいっていう、楽しいし自分の腕を鍛えるっていうのもあって、はい、よければ応援しに一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。では次は5つ目のお知らせです。はい、こちらです。なんと X Twitter で使えるハッシュタグを考えました。これもですね、いろいろ考えまして、そもそもコメント、配信とかのコメントでファンネームありますかとか、ファンマークってありますかとか、その聞いてくれる方がちらほらいまして、ファンネーム自体は MODS っていうのであるんですけど、ファンマークとかはそういうのは作ってなくて、で生配信のルール上も視聴者さん同士の会話は控えてねっていうルールがあるので、こうなかなか視聴者さん同士でつながることとか、そういう機会が今までなかったので、ちょっとこれを機に作ってみました。ハッシュタグもずく話なんですけど、これも本当にいろいろ考えましてなんか何があったかな。ハ
ハッシュタグモズトークとかもあったんですけど、これ検索してみると何人かもうすでに別のもずくさんのというか食べ物のもずくについてのトークをされてる方がいて、これはなしだなっていうことになったりとか、あとはこれは視聴者さんが考えてくれたものなんですけど、もずくラブっていうもずくとラブをかけてくれたハッシュタグを考えてくれたんですけど、これも検索してみるといたので、はい、これもですね食べ物のもずくでした。はいとかあって、あと個人的に考えたのはもずく部とかも考えたんですけど、なんかそうするとファンネームとごっちゃになっちゃうかなっていうのもあって、でそういう系はなしだなってなって、で次に考えたのは、じゃあなんだろう、そのファンネームっぽくないのはとかいろいろ考えて、これ血迷いすぎてもずくについてとかなんかすっごい堅苦しいのが出てきたりとかしてで最終的にはもずく話ってひらがなで書いたら可愛いねってなってもずく話になりました。視聴者さん同士でつながるきっかけにもなればなとも思いますし、あとはYouTube のコメントには書きづらいけど、なんか感想書きたいなっていう時とかに、生配信後だったりとか動画が上がった時とかにぜひハッシュタグ付きでポストしてもらえたらなと思います。はい、私も多分しょっちゅう見に行くと思うので、そのハッシュタグ私も使うと思いますし、はい、よければ皆さんに使っていただけたらなと思います。では最後のお知らせです。最後はなんと手紙とプレゼントが受け取れるようになりました。これもですね、ありがたいことにもずくさんに手紙を送りたいよとか言ってくれる方がいまして、でもな、今の住所だとバレちゃうしなみたいなのいろいろ考えてたんですけど、いろいろ調べたら住所限られる場所があるということで、それをお借りしまして手紙やプレゼントが受け取れるようになりました。いろいろ注意点もあるので、送ってくださる方はそこの注意点に気をつけて送っていただけたらなと思います。これでお知らせは以上となります。目で見て変わるお知らせから、これからの活動でいくつか増えるお知らせはあったんですけど、チャンネルが少しずつ大きくなっていっても真の部分は変わらないです。 YouTube を始めた頃から、このチャンネルはクリエイティブなゲームをメインに取り扱っていくということを決めてて、なんか私なりの作り方だったり、いろんなアイデアとかを楽しくみんなにお伝えしたり、あとは配信で楽しく一緒に作ったりだとか、なんかちょっとでもみんなの役に立ちたいとか、みんなに楽しんでもらいたいなっていう気持ちが本当に強くて、この気持ちがエネルギーとなって活動を続けているので、これからもシーンは変わらずに活動していこうと思ってます。やっぱり私を知ってくれた方とか、今も応援してくれている方は、なんとなくその芯の部分に興味持ってくれたんじゃないかなと思っているので、その芯がやっぱブレブレだと疑問とか不安とか生まれてきちゃうかなと思うので、動画や企画を考える時もその芯に沿ったものを考えたりするようにしてます。で、2020年の4月に始めて、まさかチャンネル登録が20万人いくとも思ってなかったし、なんなら YouTube 始めたきっかけもやってみたらっておすすめしてくれて始めましたし、で始める前も今も YouTube を見るっていう習慣が全くなくて、多分 YouTube やってなかったら YouTube と関わることもなかったくらい無縁な人なんですけど、みんなが応援してくれているおかげでチャンネルも続けられてるし、今では自分のチャンネル限定なんですけど、毎日 YouTube のことについて考えてます。これからどんなことしていこうかなとか、楽しんでもらえるかなとか考えてるだけでもすっごい楽しくて、でも考えすぎるがゆえにこだわりすぎたりして、なかなかゆっくりな活動ではあるんですけど、ぜひこれからも応援していただけたらなと思います。で、次の目標は一応30万人ではあるんですけど、最初にもお伝えした通り、新しいことに挑戦はしつつも芯はぶれずに、あとはやっぱり私もみんなと自分も楽しめることが一番なので、中身を充実させていきたいなと思ってます。で、それと動画では初めて多分お伝えするんですけど、実は本当に大きな目標というか夢というか、クリエイティブなゲーム実況者といえばもずくってなりたいなと実は思ってます。これはまだまだ先のことなので、ゆっくりみんなと一緒に目指していけたらなと思ってるので、よければ皆さんもついてきていただけると嬉しいです。ちょっと長くなってしまったんですけど、改めてチャンネル登録してくれた20万人の皆さん、本当にありがとうございます。
YouTube を通して皆さんと出会えたことが本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、皆さんからのコメントが本当に活動の励みになっております。ぜひこれからもこのもずくチャンネルをよろしくお願いいたします。ほいじゃ。